台無しにしちゃったか。ジップロックスクリューに頑張って飲み続けたせですね。発泡スチロールで作った朝食を作ります。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。3種のソーセージ&マッシュポテト 100g あたり181円で3035円です。デリカコーナーの新商品です。加工日は今日、消費期限は明後日です。アルミトレイごとオーブンで加熱できますが、今回は半分だけを取り出して焼きます。マッシュポテトには細切りのナチュラルチーズが振ってあります。ソーセージは15センチもあるので迷いましたが、サービングのしやすさを考慮して切ってから焼くことにしました。180度に予熱したオーブンで20分焼きました。焼いている間はローズマリーの爽快な香りがキッチンに広がります。ソーセージの肉汁が程よくポテトに移った分、ソーセージはカスッとしちゃったので主役のソーセージを台無しにしちゃったかもしれません。残りの半分は切らずに焼いてみました。焼き時間が同じでもナイフを入れたら肉汁が飛び散るほどにジューシーでプリッとして美味しかったです。ポテトの食感は乾燥ポテトって感じのムラのないねっとり感です。バターの香りとチーズの塩味が効いています。美味しいんですけれども、ソーセージに対して量が多すぎです。ソーセージは3種類とも国産天然奈良の木でじっくりスモークしたとのことですが、燻製を嫌う娘でも食べられるくらいにマイルドです。でもチョリソーはやっぱり辛いです。娘は食べませんでした。ポテトはパプリカに詰めてリメイクしました。牛肉を巻いてから焼いてタレを絡めます。キャロットカップケーキ6個入り1698円です。キャロットパウンドケーキのカップケーキバージョンですかね。1個あたりは283円。加工日は分かりません。多分今日だと思うんですけれども、要冷蔵です。消費期限はしあさってです。重さは 230g くらい、直径は 85mm くらいです。890キロカロリーです。結論から言うと、キャロットパウンドケーキと同じだけれどもより美味しくなっています。前回絶賛したあのレモンクリームがたっぷりになったことが褒めポイントです。てっぺんのクランブルみたいなものはケーキくずですかね。前もちょっとわからなかったんですけれども、サスティナブル意識を感じます。ケーキ自体は相変わらずシナモンとジンジャーが効いていて大人ケーキです。娘は食べません。人参のオレンジがちらちら見えて綺麗なのと、人参の存在感が罪悪感を減らします。でも2分の1サイズでも445キロカロリーですけれどもね。くるみの存在感が強くなり食感が良いです。パウンドケーキよりも買いやすい量とお値段、食べやすい形、さらに美味しくなったのでおすすめです。ジップロックスクリューにちょうど良い大きさなので保存もしやすいです。コストコのケーキは再冷凍になってしまいますが、期限までに食べきれない分は冷凍してます。自然解凍で食べます。野村のマイフローラー 700ml が2本1898円です。植物性乳酸菌飲料です。1本で1週間分なので2週間飲み続けてみます。材料のセロリ汁がねちょっと不安なんですけれども嫌いなので、製造は広島県、賞味期限は11月4日です。約1ヶ月ですね。朱色でさらりとしたジュースです。1日 100ml ずつなのでこれくらいですね。程よい酸味で飲みやすいのですが、セロリが効いた野菜ジュースって感じで、セロリが苦手な私にはちょっと辛いんですけれども、頑張って飲み続けてみます。2週間後、概要欄に結果を追記しますね。木村屋昭和なコーンポタージュパン6個入り648円です。昭和なシリーズのニューフェイスです。1個あたりは108円。製造は千葉県。消費期限はあさってです。同じく昭和なシリーズのニューフェイス。昭和なそば飯パン6個入り648円です。1個あたりは108円。製造は千葉県。消費期限はあさってです。
中心にあるトッピングはコーンポタージュは乾燥コーンだと思いますが、そば飯パンの方はちょっとわからないです。パセリが焦げた感じですね。7センチの立方体で高さは4センチくらいです。ふわふわのパン生地の中は空洞です。フィリングは控えめに入っていますが、ちょうどいい量です。コーンポタージュの良い香りがします。レンジ600ワットで20秒温めてきました。さらにふわふわになってます。フィリングは見た目は溶けきらなかった粉末スープっぽいですけれども、しょっぱくはなく濃いめのシチューって感じです。コーンのつぶつぶ感もいいですね。そば飯パンの方は過去のシリーズからしてしょっぱいのを想像していましたが、これは濃すぎずウスターソースのコクのある甘さもあり美味しいです。スーパー向け惣菜パンにしてはクオリティが高いです。甘めのコーンポタと濃厚そば飯の半分こをシェアして両方同時に食べると幸せですね。袋ごと冷凍もしてみました。袋ごとレンジ OK かは書いてなかったのですが、袋に数箇所切り込みを入れて電子レンジで温めました。600ワットで60秒加熱してみたら、パンは少し汗をかいていますが熱々のふわふわです。DJ&A で合ってますかね、読み方。毎回聞いてますけれども、フリーズドライ巨峰 100g978 円です。DJ&A のポテトやしいたけクリスプはお菓子売り場ですけれども、フリーズドライフルーツはジャムなどのコーナーにあります。ドライ巨峰は珍しいなと飛びついて買ったんですけれども、原産国は中国です。賞味期限は来年の8月です。約10ヶ月です。発泡スチロールで作ったフェイクのブドウみたいなものが弾むように出てきます。果物をそのまま使っているので大きさはまちまちです。砂糖は使われてないと思うんですけれども、表面に糖を絡めたようになってて、シュガーリングですね、糖分の結晶化と言われる現象と同じものかどうかは分かりませんが、いい感じに甘いです。フレッシュにはかなり負けますが、巨峰の香りもします。湿気を吸いやすく、時間が経つにつれて硬くなってきて、30分経たずしてりんご飴みたいになります。でもそれはそれで美味しいです。朝食を作ります。ミニスイートパプリカのヘタと種を取ります。アップルコアラを使うと便利です。スイートパプリカに前日の残りのマッシュポテトを詰めます。牛肉にクレイジーソルトと片栗粉を振ります。パプリカに牛肉を巻きつけます。片栗粉を振ってから耐熱皿に並べて魚焼きグリルに入れます。カンパリトマトはこれで最後です。サラダ用にくし切りにします。アスパラガスは皮を剥いてから斜め切りにします。フライパンでアスパラを炒めます。マヨネーズが絡んだらクレイジーソルトをかけて蓋をして弱火で蒸し焼きにします。器にグラノーラを入れます。これでプロバイオティックグラノーラも使い切りです。ほとんど粉しか残ってなかったんですけれどもね。プレーンヨーグルトをかけます。バナナとフリーズドライ巨峰をのせます。蜂蜜をかけます。ランチプレートにフリルレタス、カンパリトマト、アスパラをのせます。アスパラを取り出して空いたフライパンに肉巻きを移して、バーベキューソースをかけて転がしながら絡めます。コーンポタージュパンを半分に切り、レンジで20秒温めました。朝食の完成です。肉巻きはしっかり冷ましてから輪切りにした方が崩れにくく食べやすかったです。今週のお酒は札幌クラフトスパイスソーダです。ファミマアプリのクーポンなのでコストコとは関係ありません。ジンジャーやカルダモンなどのスパイスを漬け込んだスピリッツを使用しています。甘くないところは好きですが、コリアンダーの香りが苦手です。すみません。メニューは牛肉とナスとパプリカのオイスター炒め、3種のソーセージ&マッシュポテト、フリーズドライ巨峰、
アスパラとカンパリトマトとシュガープルーンのサラダです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。詳しいレビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。